お待たせしました。親子丼になります。ありがとうございます。
こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。お世話になります。はい。こちらおしゃべりになります。ありがとうございます。こちら本日のメニューです。親子丼、嬉しい。飲み物どうしましょう。はい。そしたら親子丼なんで緑茶でお願いします。はい、ありがとうございます。こちら緑茶になります。ありがとうございます。それでは親子丼の方を作っていきます。お願いします。親子丼の方なんですけど、まず玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎを炒めることで甘みがすごい出るんで、その甘みを出すために玉ねぎだけ先に炒めていきます。はい、お願いします。すごいいい音ですね。これで焼いていって少し茶色になってしんなりしてくるまでやっていきます。玉ねぎを入れる料理はこういう風に炒めてからだしを入れると、そのだしに玉ねぎの甘みをつくんですごい美味しくなります。知らなかったです。さあしんなりしてきたんで、ここでだしを入れていきます。でこのだしが入った状態で、冷えた状態で鶏肉を入れていきます。でそうすると鶏肉のだしも出ますし、柔らかいままで食べることができます。そうなんですね。結構熱い中で鶏肉を入れてしまうと、鶏肉だけギュッとなってしまって、なんか味があんまり中に染み込まなかったりとかするんで、もうこの段階で入れてしまいます。少し沸いてきたんで、ここでネギを入れます。でこれでネギの甘みもプラスして、で食感も変わっていきます。で調味料も入れていきます。でお醤油も本来は入れるんですけど、お醤油は一番最後に入れます。お醤油は食材をちょっと硬くしてしまうことがあるので、できるだけ味付けするときは最後に入れた方がいいです。でこれでまた煮ていきます。はい、それじゃあ煮てる間に卵を割っていきます。今日は3個使います。すごい贅沢ですね。そうなんですよ。で、溶き方なんですけど、しっかり溶くんじゃなくて、ちょっと残します。白身と黄身を。そうなんですか。でそれで入れていく時の火の通り方のバランスを見てやると、白と黄色のコントラストがすごい綺麗に出ます。すごい楽しみです。このぐらいで残るぐらいでやります。それでは醤油を入れていきます。美味しいです。で少しアクが出てくるので、そのアクを取っていきます。やっぱアクが出てしまうと残ってしまうと雑味が出てしまうので、できるだけ取っていきます。ここで青ネギを入れます。これ香り付けですね。でこれ卵を、半分だけ入れていきます。で混ぜて、ここはちょっと火を通します。このように色が出てきます。で最後に卵を押して火を止めて蓋をします。でこれで蒸らして完成になります。すごい湯気が美味しそう。いい感じに炊き上がっています。つやつやですね。
それでは開けていきます。わー、綺麗。いい感じに半熟と火が通っている卵となってます。じゃあ盛り付けていきます。最後に山椒をかけていきます。お待たせしました。親子丼になります。ありがとうございます。こちらよかったらネギ使ってください。いただきます。どうぞ。すごくお肉柔らかくてめっちゃ美味しいです。よかったです。やっぱりほんまに水から冷えてる中から入れた方がこの柔らかさが出て、で沸騰して熱いところに入れてしまうとその鶏肉がギュッとなってしまうのと、で最後に醤油を入れるっていうので、中の鶏肉の水分が抜きにくいっていうのもあります。すごい山椒も効いててものすごく美味しいです。よかったです。卵の色もすごい綺麗ですね。そうです。これが2回に分けて入れる意味っていうのと、あんまり溶きすぎないっていうので白さも残して黄色さのコントラストもあるっていう。でこの鶏肉なんですけど高知の四万十のところの鶏肉を使ってます。自然の中で育てられたやつなんですごい美味しいと思います。すっごい美味しいです。よかったです。玉ねぎと長ネギの食感がなんかすごく面白いですね。そうなんですよ。玉ねぎは最初に炒めることによって甘さもそうなんですけどすごい柔らかく仕上がるっていうのと、で長ネギの方はわざと食感を残るように斜めに切ってるんで長ネギ自体すごいこう筋がギュッとなってるやつになるんで最後まで食感が残るっていうのはなってますね。すごいちょっとした工夫でそう楽しく美味しくと思って作ってます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。今日も本当に美味しかったです。ありがとうございます。うわー綺麗にありがとうございます。ありがとうございます。